どうも、イラストレーターのもれです。今回はお絵描き用の iPad に貼る液晶フィルムについてです。iPad に貼るフィルムっていろいろ種類があって迷いますよね。ペーパーライクとか光沢のガラスフィルムとかノングレアフィルムとか、一体どれがいいのか。で、試しにこの2台の iPad Pro、それぞれね違うフィルムを貼ってあります。左がエレコムのペーパーライクフィルムケントシタイプで、右がシズカウィルとかいうなんかよくわからん謎のメーカーのガラスフィルムを貼ってます。まず絵を描くならペーパーライクフィルム買っとけばいいんじゃないのみたいに思うかもしれませんが、ペーパーライクフィルムにもいろいろ欠点がありまして、絵を描く人でも絶対ペーパーライクフィルム買った方がいいとね言えない場合もあります。この人には光沢フィルムが合うよとか、この人にはノングレアが合うとか。そこで今回は描きやすさ、ゲームのしやすさ、画面の美しさ、この3つに分けてそれぞれのフィルムのいいところ悪いところを解説していきます。それではやっていきましょう。まずペーパーライクフィルムからです。私は iPad をほとんどイラスト用に使っているのでペーパーライクフィルムを貼っています。ガラスフィルムやノングレアフィルムと比べても断然いい、カチカチみたいな感触なんですよね。これが嫌でペーパーライクフィルムを貼りました。ねえ、期待通り書き心地はめっちゃいい。でもしばらく使ってみると欠点が見えてきました。で、その欠点何かというと、まず画面が見にくくなる。せっかく綺麗な iPad の画質が下がってしまうんですよ。画面全体に少し白い膜がかかった感じになります。そしてギラつきが出る。ギラつきというのは虹色の点々みたいな感じ。スマホを水に濡らすと虹色っぽいギラギラが出ますよね。あれの超絶細かい版みたいな感じ。イラストって白いキャンバスに描くので特にギラつきを感じます。しばらく使うと慣れておきますけど。そしてタッチの感触なんですが、これはねゲームをするとすぐわかるんですけど、指がね本当にねミクロ単位で削れてきます。ペーパーライクフィルムって表面がデコボコしてるんですよね。それで摩擦を作ってるんですが、それを長時間指で触ると指がねちょっとずつ削れてくるんですよ、ミクロ単位で。なので長時間ゲームをやりたいって人、何かしらタッチで作業する人などはあまりねペーパーライク向かないかも。で、音ゲーとかやると滑りやすくていいんですけど、長時間やり続けると指の先がね痛くなってきます。イラストを描くときは拡大縮小などでスワイプしますが、その時くらいならねギリギリ痛くならないくらいなので、ペーパーライクはイラストを描くことに特化しています。 iPad でいろんなことをやりたい方は正直にあんまりペーパーライク向いてないかも。それではペーパーライクの評価。描きやすさ3、ゲームのしやすさ1、画面の美しさ1。めちゃめちゃイラストとか。次は光沢フィルム。こちらの iPad に貼ってるのはガラスフィルムなんですが、これもね光沢と同じようなものです。個人的には書き味はペーパーライクに圧倒的に劣るものの、慣れれば書けなくはないです。 iPad で絵を描くならペーパーライクフィルム必須とかではなく、光沢のねこちらのガラスフィルムでもわりかしいけます。ちょっとねカチカチするし、紙に書いている感覚は皆無ですしツルッツルですが、慣れればいけるっちゃいける。あと気になったところは、私はね社外品の極細ペン先を時々使うんですが、ペーパーライクにこの極細芯で書くと書き心地はねいいんですが、ガラスフィルムに極細芯で書くとあまりね摩擦の変化がないです。なので書き心地が良くなる社外芯をガラス系や光沢系のフィルムで使っても変化はね少ないかも。で、タッチの感触はというと、スワイプなどは少し引っかかる感じですが普通に快適。皆さん多分スマホにガラスフィルムとか光沢フィルム貼ってると思うんで、そんな感じの感触と一緒で、ゲームに関してはシューティングゲーなどはちょっと難しいですね。音ゲーやるときとかもちょっと油分が欲しい感じになる。で、画面の美しさはペーパーライクと比べるともう天と地の差です。 iPad の本来の綺麗な液晶画面が楽しめます。ただ私としては光沢フィルムは暗い画面になると
ちょっとね反射して化け物が映り込むので、そこがね少しデメリットです。まあでもイケメンとか美少女だったら化け物は映り込まないのでデメリットではないかも。このようにね反射が嫌な人はペーパーライクかノングレアフィルムがいいかも。 iPad をねスタンドに置いたりして机でお絵かきするときとかは電気が反射したりしやすくなります。その辺もデメリット。ペーパーライクでしたら反射も抑えられます。 Apple Store や家電のお店に行けばノーフィルムの iPad が普通に置いてあるので、ガラスフィルムなどのペンタッチの感触が気軽に確かめられるので、気になった方はお店へ GO！ ということで、ガラスフィルムは書きやすさ2、ゲームのしやすさ2、画面の美しさ3です。めちゃめちゃいろんなことに使える。次はノングレアフィルムです。メーカーにもよりますが、光沢フィルムよりねなんか少しサラサラしています。光沢フィルムがキュッキュッって感じなら、ノングレアフィルムはサラサラという感じ。ペンタッチは多少摩擦があります。このように反射しない分、光沢より画面が見やすいですね。ただ全体的に薄い白い膜が張ったようになるので、 iPad の液晶の美しさは少し失われます。せっかくミニ LED の iPad Pro 買っても、ペーパーライクやノングレアフィルム貼ると普通の液晶と違いが分かんなくなっちゃうのは少し悲しいですね。タッチの感覚ですが、指の滑りがいいのでゲームに向いています。ゲーム中心の人はこれがいいかも。あと液タブなんかは最初からノングレアフィルムを貼ってる機種が非常に多いですね。それではノングレアは書きやすさ2、ゲームのしやすさ3、画面の美しさ1。どちらかといえばゲーム特化。それではまとめていきましょう。3つを比較するとこんな感じ。個人的には絵を描くことが中心で iPad を使うならペーパーライクフィルム、お絵描き、ゲーム、ネットやクリエイター用途などオールラウンドに iPad を使うなら光沢フィルム、フォトゲーやシューティングゲーなどゲームをメインに使いたいけどお絵描きもしたいってならノングレアフィルムですかね。ペーパーライクフィルムは絵以外の用途を全て犠牲にしていますが、その分書き味はかなりいいです。ペーパーライクにするか光沢にするか迷いに迷っている方は、着脱式のペーパーライクフィルムなんてものもあります。つけたり外したりできるので、例えばガラスフィルムをつけた iPad に絵を描くときだけ着脱式ペーパーライクをつけるなんて方法もありっちゃあり。フィルムが二重になるので、その分ペンと画面の視差が広がってダイレクト感が少し薄まりますが、そんな方法もあります。私もいろいろ悩みましたが、結果的に絵を描くことがメインなのでペーパーライクを貼ってます。今回紹介したフィルムは下に貼ってます。ちなみにフィルムを貼らないのはありなのかどうかについてですが、 Apple Pencil の芯の中身はこういう風になっていて、芯が削れてくると金属が出てきます。なのでフィルムなしでは描くのはやめた方がいいかも。この金属でね液晶のガラスが傷つく恐れもあります。なので Apple Pencil を使うときは何かしらフィルムを貼るのを推奨します。で結局どのフィルム貼ればいいのってことですが、そこはねもうその人によるけど、絵描きだったらペーパーライクがいいかもしれん。ぶっちゃけ書き心地星3とか言ってるけど、星ね 3.5 くらいの差はあると思う。滑りやすいペンが苦手で摩擦が欲しいよって方はペーパーライクかな。ただペーパーライクは本当にイラストを描くことに特化しすぎていて、他のことがねできなさすぎるんですよね。イラスト以外はブラウザでネット見るくらいしかしないよってくらいならそれならねできるけども、あとペーパーライクって表面にねつぶつぶがたくさんあるんですよ。肉眼ではちょっと見えにくいんですけどね、そのつぶつぶが描いていくうちに削れていくんですよね。それで摩擦感度がだんだん少なくなっていきます。よく描く真ん中のところだけ削れて摩擦がなくなったりします。個人的には削れた部分も嫌いじゃないけど、それが嫌な方は張り替えが必要になってきます。そしてペーパーライクフィルムは摩擦の種類なんてものもあって、私の使ってるエレコムは
摩擦弱めの剣闘士タイプと強めの上質紙タイプがあります。私のは摩擦の弱い剣闘士タイプというものを使ってるんですが、ぶっちゃけこれでも摩擦は必要十分って感じです。あんまりね摩擦強めだとペンが減る速度も上がっていくだろうし、使いやすいのは摩擦弱めのタイプのペーパーライクフィルムだと思われる。それではね、ペーパーライクフィルムについてこんな感じでした。みんな液晶フィルムを貼って iPad で絵を描こう。それでは今回はこの辺で。チャンネル登録、グッドボタン、コメントに Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。